ついこの間桜が咲いたと思ったら真夏のような暑さになったりと、体と気持ちがなかなか季節に追いつかない。いつの間にか日本はそんな気候になってましたね。子供の頃はもっとゆったりと季節が移ろっていたような気がするんですけどね。大きな行事に合わせて飾りを変えるのは乗り遅れがちな気持ちを季節に追いつかせるためのささやかな努力です。もうすぐ端午の節句。青空に鯉のぼりが泳ぐ季節です。我が家の小さくて可愛い鯉のぼり。かしわ餅も食べたいな。ノンフライ料理ができる家電を買ってから油で揚げない揚げ物が大好きになりました。最近はもうその料理に凝ってると言ってもいいぐらい。照り焼き味の大きなフライドチキンを作ってチキンバーガーにして食べたい。そんな衝動に駆られてパン生地をこねておきました。そう、パン作りから始まるちょっとめんどくさい性格です。一人分のパンぐらい買ってきた方が早いし、経済的にもさほどの痛手にはならないのかもしれない。だけど自分で作ったパンの方が美味しいから、やっぱり作るしかないんです。なんかいやいや作ってるみたいな言い方になっちゃったけど、そんなことはないですよ。パン作りは楽しいし、これだけしょっちゅう作ってるとご飯を炊くのとほぼ同じ気分です。ふんわり発酵した生地を4等分、軽く丸めて型に入れます。だいぶ余裕がありますね。生地をどこに置くか、こんな感じ？型いっぱいに膨らむまで発酵させましょう。照り焼き味のフライドチキン。まずは鶏肉の下ごしらえから。鶏もも肉1枚は火の通りがいいように切れ目をたくさん入れてます。砂糖、お酒、お醤油、みりん、お好みでおろしにんにく。万年ダイエット中の身としては鶏胸肉が定番なのだけど、今回だけは鶏もも肉。鶏肉をノンフライ調理するには油をまぶさなければならないのだけど、もも肉ならノンオイルで作れます。タレにつけて1時間から丸1日、しっかり味を染み込ませましょう。そろそろパンが発酵した頃ですね。パーンと発酵したパン。ダジャレじゃないけどね。見てるだけで元気になりませんか？牛乳を塗ってオートミールを散らそう。散らすのはごまでもいいですよ。どっちも美味しい。ノンフライ機能付きのトースターで焼きましょう。このトースターをうちに迎えてまだ1年も経ってないのに毎日使ってるせいなのか、最初のピカピカがちょっとくすんで渋い輝きを放つようになりました。使い込むほどに渋さを増すトースター。古いキッチンにしっくり馴染んでます。いい色ですね。美味しそう。バーガーバンズの用意ができました。焼きたてのパンはふわふわすぎてちぎれませんよ。粗熱が取れるまでしばらく待つとしましょう。
おうちバーガーに奥深さは求めません。レタスにトマト、お肉にパン、シンプルに美味しいのが一番。さあ、ノンフライの出番です。私が使っているトースターではノンフライ調理のことをエアーフライと表記されてます。でも多分同じです。他のメーカーのノンフライヤーでもこのレシピで作れるはずですよ。トレイに油がこびりつくのが嫌でアルミホイルを敷いてます。そして揚げ物用のバスケット。バーガーといえばフライドポテトですよね。じゃがいもでも美味しいノンフライのフライドポテトができるけど、私のおすすめはポテトじゃなくて長芋。長芋なら揚げなくてもしっとりカリカリほっくり。まあ理由はわからないけど、とにかく美味しい。冷めてもパサつかないんですよ。本当に素晴らしい。長芋に少量の油をまぶしてから米粉をまぶします。小麦粉でも大丈夫ですよ。まあ米粉の方がカリッと仕上がるような気がしますけどね。ノンフライ用のバスケットに並べます。鶏もも肉は油をまぶさず米粉だけ。これもバスケットに入れましょう。ダイヤルをエアフライに合わせて、温度は180度でいいかな。時間は12分ぐらいですかね。バーガーといえば飲み物は何ですか？コーラ？もう1年以上飲んでないです。ビール？お酒が飲めないんですよ。でも炭酸の何かが飲みたい。パンの準備をしておこう。バターを塗っておくと美味しいですね。私はバターの代わりにココナッツオイルです。フライができました。パンをちょこっと温めよう。フライド長芋を一つ味見。カリッと美味しく揚がってます。赤じそシロップの炭酸割り。鶏肉にしっかりと甘辛い味が染みてます。でもおまけにケチャップを少しだけ。いただきます。分厚いバーガーをきれいに食べるにはバーガー袋が不可欠なのだけど、買ってくるのを忘れてました。シュークリームの袋で代用しよう。バーガー袋がなくてシュークリーム袋があるってちょっと特殊なお家ですよね。でも大丈夫。専用の袋がなくてもクッキングシートや厚手のキッチンペーパーで軽く包むだけで随分食べやすくなりますよ。サクサクの照り焼きチキンフライで
大満足のご飯でした。洋風のご飯を食べたらおやつは和風。抹茶などを立ててみましょうか。お茶の稽古に通ったことはないから完全に自己流です。桜の季節に食べ損ねた桜餅を作りました。紅白の桜餅。ピンクの方には普通のこしあん、白い方には桜あんを入れてみましたよ。和菓子に抹茶でまったりしました。4月の後半から学校の授業がまた始まります。去年の4月から始めた専門学校でお菓子の作り方を教える仕事。私の仕事着はエプロンです。オレンジのエプロンはお気に入りのお店で買ったもの。ピンクと紺は自分で作ったエプロンです。デザインはみんな同じだけど、それぞれ違う場所にワンポイントの刺繍をしました。刺繍に憧れて練習がてら刺した植物の模様。拙い刺繍だけど気に入ってますよ。授業では紺色のエプロンをよくつけました。そのせいか擦れて色があせてますね。1年間しっかり働いた証拠です。新学期に向けて新しいエプロンを作ろうと急に思い立っちゃいました。バッグを作るために買っておいた布を使ってしまおう。1色ではなく2色使って切り替えのあるエプロンにしてみたらどうでしょうね。果たして2色のバランスはこれでいいのか。頭の中にイメージはあるのだけど、その通りに仕上がるかは出来上がってみなくちゃわからない。これはいまいちっていう時もあれば、想像以上に素敵って時もある。そんなチャレンジングなところが手作りの面白さなんですよ。生地を切ったら今日はおしまい。縫うのはまた今度。翌日もノンフライのおかずですよ。主食はパンじゃなくてご飯。毎回精米するなんてめんどくさいとお思いでしょうが、精米したてのお米って格別なんです。3合ぐらいならあっという間に終わるしね。栄養たっぷり胚芽米。ぬかも少し欲しいと思ってたところです。今日のノンフライ料理は天ぷらです。とはいえ
ノンフライ調理で満足のいく天ぷらはまだ作れてません。どうしたら美味しい天ぷらが作れるのかチャレンジ中なんです。天ぷらにも米粉を使ったらどうなるだろう。米油を少し入れて塩を一つまみ、あとはお水で衣を作る。トレーにはくっつかないアルミホイルを敷いて、衣をつけた野菜を並べていく。エアフライ180度でまずは8分。エアフライで190度ぐらいかな。箸休めのぬか漬けを切っておこう。新鮮なぬかをぬか床に投入。お塩を少々加えたらしっかり混ぜて、拳でググッと押して空気を抜いていく。容器の縁についたぬかはきれいに拭う。そのために小さく切ったキッチンペーパーを用意してるんです。エアフライの天ぷらは8分焼いたら裏返します。米粉を使ったのがあだになったか。なんとなく嫌な予感。まあとにかくあと5分焼いてみよう。ご飯はいつも通り美味しく炊けて一安心。さあ天ぷらもできたよ。どうかな。いただきます。燻製塩をちょいとつけて実食。そっかそうか。これは衣がおせんべいみたいにパリパリでした。でも諦めませんよ。ノンフライの美味しい天ぷらを作るまでチャレンジは続きます。40年以上使い続けてるミシン、さすがに古いですかね。でも優秀なんです。一度も壊れず、今も調子よく動いてます。愛すべき蛇の目のミシン。糸は緑を使えばいいのか、赤を使うべきなのか、どっちが正解なんでしょうね。作業用のエプロンだから端の始末はいつも以上にしっかりしたジグザグ縫いです。ポケットの位置は慎重に印をつけました。それなのに実はこれ間違ってたんです。完成してから間違いに気づいてやり直すことになるとは、この時の私はまだ知りません。これでもまだポケットの位置がおかしいことに気づかない。それじゃあ後ろすぎるでしょうと教えてあげたい。便利だけど難しい三つ巻き用の押さえ。これは永遠に修行中です。
できました。このエプロンをつけて今年はどんな生徒に出会えるのか、どんな新しい自分に出会えるのか楽しみです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も